はい。では皆さん、こんにちは。ポルトガルワイン試飲会実行委員会の別府と申します。今日は、ウェブセミナーへの申し込み、大変ありがとうございます。本セミナーは、ウェビナーポルトガル生産者紹介と題するポルトガル投資貿易振興庁、ICEP といいますけれども、そちらとポルトガルワイン試飲会実行委員会によるウェブセミナーシリーズの、第6回目になります。ポルトガル各産地の特徴の解説から始まりまして、なかなか知ることのできない各生産者と、そのワインを気軽に知っていただけるような内容となります。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。まずはじめに簡単に自己紹介も今回もさせていただきます。別府武則と申します。ポルトガルワイン試飲会実行委員会としまして、ポルトガル大試飲会をですね、ちょっと去年はできなかったんですけども、毎年行っていたりとかですね、現地のポルトガル全体だったりとか、今回は、ウェビナーはビーニョベルデについてですけれども、そちらの方でも現地での、コンクールの審査員なんかも2018年にやらせていただいております。はい、というわけで今回のウェビナーも1時間だけなので、サクサクといきたいと思いますけれども、まずはじめに、一緒にというかですね、主催させて、していただいております、ポルトガル投資貿易振興庁の、ミゲルさんから、一言メッセージをいただきたいと思います。ミゲルさん、Thank you very much today to joining. Well, thank you so much. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Thank you so much for attending the webinar. Thank you so much to also to Barbara-san for accepting, participating, and for giving us a presentation on green wines, Vinho Verde, and we are looking forward to that. So thank you so much, and we hope you enjoy and learn lots of things about Vinho Verde. 皆さん、今日はご参加いただきまして大変ありがとうございます。バルバラさん、今日はご参加、いただきまして大変ありがとうございます。今日は、緑のワインですね、ビーニョベルデについてのプレゼンテーションを、皆さんと共有したいと思いますので、ぜひ、楽しんでいただければと思います。ということでした。ありがとうございます。Thank you very much, ミゲルさん。では、早速ですけれども、ご紹介したいと思います。今日はそのビーニョベルデですね。ビーニョベルデという、細かい話は後で、ご説明いただきますけれども、ポルトガルの北の産地になりますが、そちらの方の、故障委員会、原産地の故障委員会ですね。CVRVV というふうに、ポルトガル語では略しますけれども、そちらの、日本担当ですね、をされていますバルバラさんにご参加いただいております。Thank you very much for joining. バルバラさん、ありがとうございます。Thank you. 皆さん、こんにちは。私はバルバラです。ビンゴベルの協会で働いています。日本語が少しできます。まだ、でも上手ではありません。それから、英語を話します。So, thank you very much. My Japanese is not really perfect yet, so I will speak in English, and Beppu-san will do the translation. Yeah. So I will show you a presentation about the main features of Vinho Verde and why is our region so special. 最初の方は日本語だったんで皆さんもお分かりだと思いますけれども、日本語はでも完璧じゃないのでちょっと英語でお話しさせていただきますが、この後ビーニョベルデについて、プレゼンテーションをお見せいたします。なぜこのビーニョベルデという産地が特別なのかということについて皆さんに知っていただければと思いますということでした。ありがとうございます。今日のタイムテーブルですが、これ最近いつも一緒ですけれども、はい。この後、バルバラさんのプレゼンテーションの方のお話を伺って、1時間で終了というふうな形の予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。あとは、Q&A ですね。もし何か質問がありましたら、Q&A の方から書いていただければ、ちょっと時間内に回答できるかどうか何とも言えないところなんですが、時間内に回答できない場合は、後日メールで追って、ご回答を送りさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。気軽に何でもQ&A 入れていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、では早速ですけれども、バルバラさんの、プレゼンテーションの方を始めていきましょう。So please start to sharing your presentation. Okay. Okay. Okay, so we will start our presentation about the Vinho Verde region. ビーニョベルデについてのではプレゼンテーションを始めさせていただきます。So the first thing we talk about is the name of our region, because verde is the Portuguese word for green. まず、OK? すみません。どうぞ。No, no, no, no. まずはじめに、まずビーニョベルデという地域の名前について、ご説明をさせていただきたいと思います。ベルデというのは、ポルトガル語で緑という意味があるんですね。OK? And the word green is in the name of our region because the region itself, as you can see in the picture, it's very, very green and lush with very different shades of green. これ、なんで緑かというと、この左側のスライド見ていただいても分かるようにですね、この私たちの地域というのは非常に緑が多いところになります。緑もいろんな緑がある、そういうふうな地域になります。OK? So this is the terroir that defines our region. The green landscape, we are between mountains and rivers. It's a very fertile region of wine. 私たちのこのテロワールというのはですね、山と川、に囲まれた、非常に豊かな、土壌がある、そういうふうな場所になります。Okay? So we can say that Vinho Verde is much more than a wine. Vinho Verde is a wine region that was demarcated in 1908. ビーニョベルデの地域というのは、ワインリージョンなんですけど、ワインの生産地なんですが、ここはですね、1908年に、原産地呼称が制定されました。Okay? And we produce Vinho Verde white, red, rosé, and even Vinho Verde sparkling and also brandy. ビーニョベルデについてはですね、緑のワインという意味ではあるんですけれども、このビーニョベルデという名前のもとに、白ワインもありますし、赤ワインもありますし、ロゼワインもありますし、スパークリングワインもありますし、さらにブランデーも、ビーニョベルデというカテゴリーの中で作られています。Very diverse wine region. 非常に多様性のある、ワインの生産地域になります。So here you can see in the map where we are in the northwest of Portugal. で、これが、私たちがどこにあるかというふうな、地図になるんですけれども、ポルトガルの中では北西に位置します。One of the main characteristics of our region is that we are a region of small parcels of vineyards. And you can see in the numbers that we have 16,000 hectares of vineyard and 16,000 grape growers. So we have big plots of vineyard, but also many, many small, half an hectare or even less vineyards. この私たちの地域の一つの特徴としてはですね、非常に細かいブドウ畑がたくさんあるということが特徴になります。全体で1万6000ヘクタールのブドウ畑があるんですが、生産者も1万6000件ほどあるんですね。なので、本当に一つの畑というのは0.5ヘクタールとか、そのくらいしかないような畑というのも非常に多くあります。Okay? We also have grape varieties, Portuguese grape varieties that work for the Dio Vinho Verde. But we also allow in our region for other grape varieties for a regional wine.
土着品種ですね、伝統的な品種というのが、この、原産地呼称に、ビーニョベルデの原産地呼称に認められている、ワインを作るときには、使われるんですけれども、それ以外の品種ですね、他の地域だったりとか、何しろ国際品種みたいなものを使った場合は、ビーニョベルデではなくて、リージョン、一つ格付けとしては下の地域、地域のワインというふうな名前でワインが売られることになります。Our region is very large in area and it has many different parts. We have like mountain wines and vineyards that are closer to the ocean. And therefore, we divided the region in 9 sub-regions. 私たちのこの産地というのは非常に面積としては大きいので、例えば山に近いところの、ワイン産地であるとか、ないしは海に非常に近いところの産地であるとか、いろんな特徴があります。なので、9つにですね、サブリージョンというふうな形で分けることができます。We produce annually 80 million liters of wine, and we export it to more than 100 markets. で、1年間でこのビーニョベルデというのは全体で8000万リットルですね、の生産量がありまして、今、100カ国以上の輸出のマーケットというのがあります。In terms of the wines of our region, Vinho Verde is mainly known for having light and fresh wines with low alcohol, but we also have Vinho Verde wines made of a single variety, for example, or aged in oak, that are more sophisticated and full-bodied and more complex. 一般的にビーニョベルデというのは、軽くてフレッシュでアルコールの低いワインというのが非常に多いんですけれども、それだけではなくてですね、今では、ビーニョベルデといっても単一の品種で作られていて、樽を使ったりすることもあり、味わいとしてもフルボディでしっかりしたワインというのが作られてもいます。And this is exactly because, as I was talking before, we have 9 subregions. We have a very diverse terroir within our region. So that allows us to produce different styles of wine in the same region. 先ほどお話ししたように9つのサブリージョンがあって、気候も非常に多様ですので、一つのこのビーニョベルデという地域の中でも非常に多様なワインが作れるというのが特徴になります。And why are we so unique? The first reason is the climate. We have mild temperatures and not very large temperature ranges. なぜじゃあそういうふうに面白いワインが作れるのかというと、まずは、気候なんですけれども、そこまで気候としては、寒暖差というか、日覚差とか言いますけれども、一日の中のその温度の差というのは大きくはありません。And also we have a lot of rainfall, which is mainly between October and April, exactly when we need the rainfall. さらに非常に雨量が多いですね。ただ、この雨量が多いというのも、10月から4月の間、秋から春にかけて非常に雨が多いので、水が必要な時にたくさん雨が降ってくれるというふうな特徴があります。And of course, we have the influence of the ocean, which is also very important for the freshness and the minerality of our wines. We have the Atlantic coast and then all the rivers flowing to the inside of the region. So the river valleys, the air of the ocean just goes in and gives a lot of freshness to the vineyards. さらにその海の影響というのも非常に重要になります。海の影響でフレッシュで、ミネラル感があるワインができるんですけれども、地域の中で川が流れているんですね。東から西の海に向かって川が何本も流れていまして、その川に沿って海の風とか気候というのが入っていって、そこでフレッシュな
影響を与えるというふうな特徴があります。Okay. So this brings us to the second point that defines a one region, which is the relief, the topography of the region. So in this map, you can see we have the ocean and the rivers I was talking about that flow uh, from in to inland. Sorry, and this brings the freshness of the ocean to the inside of the region. 次にお話をしたいのは、このビーニョベルデの産地の地勢についてです。ご覧いただくと分かるように、西側に海がありまして、東側が山になっているんですけども、川がですね、ちょっともしかしたら見づらいかもしれませんが、ごめんなさい、西から東にこう何本も通っているのが分かると思います。この川が先ほどお話ししたように、海のフレッシュさというのを内陸に運ぶ役割をしています。And then here you can see on the right side all the names of the mountains that surround the region. So this is also very important to the uniqueness of the Vinho Verde region. さらに、地図の右側にですね、名前がいろいろ書いてあるのが見えると思うんですね。上からペネダとかソアシとかいろいろ書いてありますけれども、これ何の名前なのかというと、この、ビニョベルデの地域の東側にある山の名前になります。こういうふうに山に囲まれているということが、ビニョベルデのその特徴を、特徴づけている、一つの要因になります。Okay? And number 3 of the terroir triangle has to be the soil. So the soils in the Vinho Verde region are granitic mainly. We have 2 stripes of schist, but most of the region is granitic. And this is why you can feel so much minerality and freshness in our wines. さらに、土壌の話もさせていただきたいと思います。土壌はですね、多くの場合、ビニュベルデでは花崗岩というふうな、日本でもね、たくさんありますけども、花崗岩というふうな土壌になります。で、地域、ビニュベルデの中で2つ線みたいになって、片岩というシストという土壌が入っている場所があるんですけれども、ほとんどの場合は、花崗岩になりまして、その花崗岩というのがこのビニュベルデのフレッシュでミネラル感のある味わいに影響を与えています。Okay? In terms of depth, they are low depth soils. As I said in the beginning, this is a fertile region, so the soils are not very, very deep. The texture is sandy, but we can also have some parts near the rivers that have pebbles like rolled stones, rounded stones from the rivers. この花崗岩というのが、味わいに影響を与えるんですが、多くの場合は、砂になっているんですね。岩というよりはもう風化して砂みたいになってまして、一部海の近くに行くと川から流れてきたような丸石ですね、というのが土壌に入っていたりもします。Okay? So this is a map where you can see the 9 subregions. Some of them have the names of the rivers like Lima, Cávado, Ave, for example, and other ones usually have the name of the place where they are. So here you can see also that we have specific grape varieties for each subregion. 今見ていただいているのが先ほどお話をした9つのサブリージョンの地図になります。リマとかカバドとかアブとかいろいろ書いてありますが、これがですね、それぞれ基本的にはその地域の名前になるんですけれども、もともとあった名前からつけているんですが、ビニューベルデはですね、このサブリージョンによって、品種が違うんですね。少しずつ違ってきました。それが、一つ特徴にもなっています。Okay? So the reason why we have different grape varieties for each subregion is that some of them work very well near the ocean, like for example, Loureiro, but not inland. Inland is better for grape varieties like Avesso or Alvarinho.
なんでこういうふうに地域によって品種が違うのかという話なんですけれども、品種によってこの海に近い方が、育てやすいとかですね、山に近い方がいい結果が出るとかいうふうな、違いがあるからこういうふうに品種の違いが出るんですね。海に近いところでいい結果が出るのは、ローレイロという品種が一般的にはいいんですが、山の方になってくると、例えばアベッソとかアルバディーニョといった品種が、とてもいいというふうに言われています。Okay, so here we have the main grape varieties that we use for white wines in the Vinho Verde region. ここで今見ていただいているのがビーニョベルデの地域で一般的に、使われている白品種になります。Traditional Vinho Verde blends with different varieties usually has Loureiro, Arinto, and Trajadura. 伝統的には、これ右上にちょっと書いてあるので少し見づらいかもしれませんが、ローレイロとアリントとトラジャドゥーラという3品種をブレンドして作っていることが非常に、トラディショナルなスタイルになります。So regarding Alvarinho, we have a grape variety that sometimes it's very tropical, sometimes it's very mineral, the wine, and it's very rich and very complex and very good to age in the bottle. 一番最初、ごめんなさい。一番上のアルバディーニョについてまずご説明をすると、この品種というのは、とても、トロピカルなフレーバーがあって、ミネラル感も非常に強くてですね、複雑味もある、そういうふうな品種になります。Okay? Avesu is not a very easy grape variety. That's why it has the name Avesu in Portuguese means sometimes difficult or not easy. And this grape variety is not very intense on the nose, but it has a very rich flavor and also a very great potential for storage to age in the bottle. 次の品種がアベッソという品種があるんですけれども、これはですね、とても難しい品種なんですが、なぜかというと、名前がアベッソという名前なんですが、これポルトガル語の意味で、簡単ではないとか難しいとか、そういうふうな意味があるんですね。で、この品種どういう特徴があるのかというと、あまりその、フレーバー、香りでは強い、印象はないんですけれども、口の中に入れるととても、リッチな、味わいがありまして、熟成能力というのも先ほど、ご紹介したアルバニーニョと並んで、非常に熟成するというふうに言われている品種になります。Azal, the third one, is also a variety that works well in the inland, as were Alvarinho and Avesso. But this one is a little bit more fresh. It has like citrus notes like lemon or grapefruit, for example. And it's a little bit richer in acidity in the terms that it's more, the wines are very refreshing. 3つ目の品種がアザルという品種があります。これはですね、先ほどの、アルバリーノとかアベッソみたいに、どちらかというと内陸側、山側で作られている品種なんですけれども、特徴はですね、先ほどの2つの品種と比べると、もっとフレッシュな、感じで、シトラスの香り、味わい、フレーバーですね、レモンとかグレープフルーツみたいなフレーバーがあります。で、少しリッチな感じがあって、酸も非常に高いというのがこの品種の特徴になります。Okay? Arinto is a very planted grape in Portugal, in Vinho Verde also. This is a little bit more of flavors of tree fruits like apples or pears, for example, and it can be sometimes very floral. アリントという品種ですが、これポルトガル全土で非常に植えられている品種なんですけれども、このビールベルでもたくさん売られていますが、品種の特徴としては、例えばリンゴとか洋梨みたいなフレーバーがありまして、さらに花の香りですね、とてもフローラルな香りがあるのも特徴です。Okay?
Loureiro is the most planted white variety in the Vinho Verde region. And it's a very particular one because it has a very floral aroma most of the times, even sometimes like roses or jasmine, sweet flowers. So it's a very typical and very important grape variety for the Vinho Verde region. 次の品種がローレイローという品種なんですが、これ非常に重要な品種でですね、ビーニョベルデで一番植えられている品種になります。これは特徴としてはフローラルな香りが非常に強いです。例えばバラだったりとか、ジャスミンだったりとか、ちょっと甘い感じの香りのする花の香りがするのが特徴です。Okay? And the last one we have is Trajadura, which also has the tree fruits aromas. Usually, this variety is not easily found bottled as a single grape variety wine, but there are 2 or 3 producers that do it. Usually, because it's lower in acidity, it's used for the blends. 最後にトラジャドゥーラーという品種なんですけれども、これはですね、先ほどのローレイ、ごめんなさい、アリントみたいな形で、例えばリンゴとか洋梨みたいな香りが強いんですけれども、私は、ピーチ、桃ですね。これ、あまりですね、単一品種で作られることのない品種です。いくつか例外はあるんですけれども、基本的には、ブレンドで使われることが多い品種です。品種の特徴としては、酸が少し弱めだというのがこの品種の特徴です。Okay? And here we have the red varieties. Amaral, Alvarilhão, Borraçal, all very Portuguese names. And Vinhão. Vinhão is the most planted one and the more used for single grape variety wines. 次にご紹介するのが、ビーニョベルデの赤の品種です。アマラールとか、アルバレリアンとか、ボラサールとかですね、とてもポルトガルっぽい名前だと思うんですが、ということですが、あとはビニャオンという品種があります。で、この最後のビニャオンが、ビーニョベルデでは一番植えられている赤の品種になります。Okay? And here we have the varieties for the rosé wines. Espadeiro and Padeiro. The rosés are usually made of these 2. They are red grapes, but they don't have a lot of color, like Pinot Noir, for example. So usually people don't do red wines; they do rosé wines with these 2 varieties. ビーニョベルデ、この、ロゼワイン用の品種というのがありまして、このエスパデールとパデールという2つの品種なんですが、これはですね、一般的にはロゼを作るための品種なんですね。というのは、色素が弱い、ピノノワールみたいな感じで色素が弱い品種なので、赤用ではなくて、この品種をロゼに使うというのが、ここでは一般的になります。Okay? And here we have some pictures of the training systems in Vinho Verde, which are very particular as well. On the left side, we have something that still exists, which is called bordadura. こちら Sorry, で、just OK。so just one more thing, that the vines are planted around the fields. こちらの写真はですね、今、ブドウ畑、ブドウの木がですね、どういうふうに仕立てられているのかという、図なんですけれども、左側の写真ですね、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、これ、なんて言うんでしょう、ブドウ畑がですね、縁があるように感じでこう並んでいるというか、いうのが田んぼみたいな感じですね。あぜがあるような感じに見えると思いますが、これもうちょっと高いんですけども、これがですね、伝統的な仕立て方で、ボルダドゥーラというふうな言われ方をする、ビニュベルデの、畑の作り方です。OK? On the right side, you can see the more modern vineyard training methods. That will be, for example, the cordon that can go upwards or downwards. Those are the most common we have these days.
右側の写真はもっと現代的な仕立ての仕方です。これはコルドンですけれども、コルドンも、伸ばした、枝からですね、上に、枝を上げることも出していくこともありますし、下に出していくこともあると。どちらも、とても今よくあるやり方になります。Okay? And now we have the Vinho Verde and gastronomy section. We were talking that we have so many different styles in the Vinho Verde region that we can easily say there is a Vinho Verde wine for each style of food. 今日はですね、このビーニョベルデと、食事との相性みたいなお話を少しいろいろさせていただきたいと思っているんですけれども、先ほど今までお話ししたように、ビーニョベルデっていろんなスタイルがあるので、それぞれのスタイルに合わせた、合う料理というのをご紹介していきたいというふうに思います。So the Vinho Verde whites that are young and light and fresh with the fruity or floral aromas, they go very well with light dishes that are fresh and not spicy. まずはビーニョベルデの白ワインですね。特にフレッシュなスタイル、若々しくてフレッシュなスタイルのものなんですけれども、これ、やはりワインの特徴としては、フローラルな華やかな香りがあって、フレッシュ、フルーティーなスタイルなんですけれども、料理としても軽いものがいいと思います。ただし、あまり辛いものではない方がいい、スパイシーなものではない方がいいかなというふうには思います。Okay? The white Vinho Verdes that are more full-bodied and intense, that are more elegant, aromatic, more mineral and citrus, they go well with the spicy dishes like grilled fish or seafood that we also love in Portugal as well in Japan, or some dishes that are a little bit more intense, like with a mushroom sauce, with chicken, for example. ビーニョベルデの中でも、白の中でも、もう少しフルボディなもの、に関して言うと、特徴としてはやはり、エレガントなんですが、ミネラル感も強くてですね、フレーバーももっとしっかり強いものになります。で、こういうものは、まずはやはり、グリルした魚とかですね、ポルトガル人も非常に焼いた魚よく食べますが、日本人ももちろんよく食べると思うんですけれども、そういったものであるとか、特に、そういうものに、あとは、お肉なんかだとチキンですね。鶏肉で少しマッシュルームのソースとかをかけたようなものなんかだととてもよく合うというふうに思います。Okay? In terms of the whites that are more structured with or complex wines that have, for example, oak barrel, they fermented there, or that have more persistent flavors, these can go well even with the roasted meats, for example, which is something that people usually don't expect, or veal, for example. All those dishes that sometimes we think a red wine has to be served. Sometimes a structured and complex aged Vinho Verde can work as well. さらに、タレを使ったような、より、しっかりしたビーニョベルデに関して言うと、例えばですね、焼いたお肉みたいなもの、あまり、なんでしょう、ビーニョベルデとお肉ってイメージが、特にそういう力強いものってイメージないかもしれませんが、非常にこういうものとはよく合います。また、子牛ですね、みたいな、お肉も、これも一般的にはやはり赤ワイン等というふうなイメージが強いと思うんですけれども、ビーニョベルデのこういったしっかりした樽を使ったものと合わせていただくと、とても、良い相性になります。The rosé wines, the Vinho Verde rosés usually are wines that have a little bit high sugar content, natural sugar. So they go very well with spicy foods like Thai food, for example, or anything that is has a little bit more of pepper sometimes. It's a perfect match. で、今度はロゼワインですね。ビーニョベルデのロゼって飲まれたことある方お分かりかもしれないんですけど、少し残糖がある、少し甘いさを感じるようなものが多いんですね。
なので、このフレーバーとその甘さから、やはりスパイシーなもの、はい、と非常に相性がいいです。例えば、タイ料理みたいなもの、唐辛子の辛さがあるようなものというのは、非常に、ロゼのビニューベルデと相性がいいです。Okay. The red vinho verde is usually very fresh in the mouth, very intense. This is a very, very gastronomic wine. Usually we drink the wine with the sardines, you can see, but it's also very good with anything that is fried. Um, it's a big success in Japan with tempura, for example. Mhm. Interesting. はい。ビニューベルデ本当です。のビニューベルデの赤品種、赤ワインに関してなんですが、これはですね、飲まれたこと、これもある方いらっしゃるかもしれませんが、非常にですね、味が強くて、タンニンも酸も強いというですね、ちょっとビニューベルデのイメージから外れるような味わいのワインがビニューベルデの赤なんですが、これはとてもガストロノミックな、はい、お料理と合わせたいワインなんですけれども、一般的にポルトガル人がこれ何と飲むかというと、写真に出ているイワシですね。イワシと一緒に合わせていただくといいと思います。また、揚げたものとですね、とても相性がいいので、例えば日本なんかだと天ぷらなんかだといいんじゃないでしょうかというふうにおっしゃっております。OK。So we have now the sparkling Vinho Verde wine. The sparklings are some of the more versatile wines, I think, in the world. You can easily do a whole meal with the same sparkling wine or with different degrees of sweetness. So you can do that with the Vinho Verde sparkling also. 次はビニューベルデのスパークリングワインについてですね。ビニューベルデのスパークリング、世界中でいろんなスパークリングワインありますけれども、ビニューベルデでも、スパークリングワインというのを作っております。Okay? And of course, the Vinho Verde brandies that we have, they are very good to go with the desserts mainly. Usually desserts that have chocolate or desserts that we do a lot here in Portugal with the egg yolks and sugar, like our traditional sweet desserts. And also for people who like, you can just have a glass with your coffee and join a cigar if you want. 最後にビーニョベルデから作られるブランデーですね。これ、多分日本でも輸入されているの1個か2個しかないので、なかなか飲む機会ないかもしれませんが、ポルトガルでは非常に評価が高いのがこのビーニョベルデのブランデーなんですけれども、これはですね、やはり合わせるんだったら、デザートと合わせていただくのがとてもいいと思います。チョコレート、今写真出てますけれども、であるとか、あとは、ポルトガルの伝統的なお菓子というのは、卵黄と砂糖をたっぷり使ったとっても甘いデザートなんですね。そういうものと一緒に合わせていただくのがいいと思います。またもちろんコーヒーと一緒に楽しんだりとか、シガーと一緒にこのブランデーを飲んでいただくのもとてもいいと思います。Okay? And of course, we have to always think about the temperatures that we serve the wines. So usually the whites and the rosés are between 8 and 12 degrees Celsius. で、ビーニョベルデももちろんですね、適温、飲むのにいい温度というのがありまして、例えば白とかロゼであれば、だいたい8度から12度ぐらいの温度で飲んでいただけるといいかなというふうに思います。The red vinho verdes, usually we serve them slightly colder than what's usual for red wines. So the maximum will be 15 degrees Celsius. で、赤ワインに関しては、普通の赤ワインとちょっとやはりビーニョベルデの赤ワインというの特徴が違いますので、少し普通のものよりも低めの温度で飲んでいただくのがいいと思います。一番高くても15度、以下で飲んでいただくのがおすすめです。Okay? The sparklings between 6 and 8 degrees. And the brandies also served a little bit chilled because they are high in alcohol. So once you take them out of the refrigerator, they will warm up. So maximum 18 degrees for the brandies.
スパークリングワインに関しては6度から8度ぐらいで楽しんでください。で、ブランデーに関してですけれども、やはりこれもアルコール度数が強いですから、少し低い温度で、冷蔵庫で冷やして、その後少し温めながら飲んでいただくというのがいいかなと思います。最大でも18度ぐらいで、楽しんでいただくといいかなというふうに思います。Usually, I just put all the wines in the refrigerator and then I take them out slightly before serving them because it's much faster to warm up a wine than to cool it again. 自分としてはですね、いつもビーニョベルではすべて一度冷蔵庫に入れて冷やしてしまいます。で、サーブする前にボトルを出して、温度を少し調節してあげて、楽しむというふうなことが一般的です。やはりその方が温度管理が楽なので、おすすめですということです。Okay? So, all these wines and all the things we are talking about are certified here in the Vinho Verde Commission. Each bottle has a warranty seal with the same image that you can see. On top is the wines only from the sub-region of Monção e Melgaço, and the below one is of Vinho Verde. So when you buy a wine, you know for sure it came from the Vinho Verde region. ビーニュベルデはですね、これ、今日のバルバラさんのね、教会の仕事でもあるわけですけれども、こういった、認証のシールというのがボトルに必ず貼ってあります。上の、見えるちょっと山2つみたいな感じの、認証のシールは、これは、ビーニュベルデの中でもモンサン・メルガッソというサブリージョンだけで使える、特別なシールです。で、その下の、グラスみたいな形をしている、やつがビーニョベルデの全体で使える認証のシールになっています。Okay? And here we have the production of Vinho Verde in our region. We produce mainly white wines, as you can see, but we also have reds, and we have been producing more and more rosé wines. So we now have 10% of our production of rosé wines. ビーニュベルデのこれは生産、比率、色による生産比率のグラフですけれども、ビーニュベルデでは主となるのはやはり白ワインです。白が全体の 85% ですね。で、先ほどもちょっとご説明した赤とロゼなんですけれども、赤は全体の約 5%、ロゼはですね、だんだん増えてきているんですが、10% の生産量が今はあります。Okay? And here we have the Vinho Verde statistics, the exports that have been growing up in the last years. You can see that we export 45% of our production, which is good. So we can have all the wine in other countries so you can taste it. And these are the latest numbers of 2020. で、これ今見ていただいているグラフは、ビーニュベルデの、輸出量と国内消費のグラフなんですけれども、左側の円グラフは、輸出とポルトガル国内の消費の、パーセンテージを表しています。で、輸出が右側ですね、ちょっと薄い黄色というかの色ですけれども、今 45% が輸出して、世界中のいろんなところでビーニュベルデを楽しんでいただいております。Okay? And also we have the Vinho Verde routes that you can visit once all this goes away and we can travel. Please come to Vinho Verde region and visit our producers. You can stay in wine hotels. You can go to national parks, historical cities. We have a lot of diversity also in terms of tourism that you can visit and always have a wine producer nearby. 最後にビーニョベルデの、ビーニョベルデルートについてなんですけれども、ぜひ皆さんも機会があればビーニョベルデに来ていただきたいなというふうに思うんですが、来ていただくと、もちろん生産者の訪問もできますし、あとはワインホテルですね、ワインをテーマにしたホテルというのも今ビーニョベルデにいくつかあります。
さらに非常に歴史的な、町がビニューベルデはたくさんありますので、ポルトガル建国にあった町とか、建国された町とかですね、非常に有名な町がたくさんありますので、ぜひそちらの方もご訪問いただきたいと思います。とても、なので、ビニューベルデは、その地域の中でもツーリズムの多様性というのがありまして、その近くにワインの生産者があるというふうな産地になっています。Okay? So thank you very much. If you have any questions, please just ask. はい、じゃあ皆さんも今日は大変ありがとうございました。もし何かご質問があれば、いただければと思いますということですので、よろしければ Q&A の方からでも、チャットの方でもいいんですけれども、コメント、質問などいただければというふうに思います。ありがとうございます。質問はちょっとまだない、特にいただいてないんですけど、一つ、最初のバルバラさんの挨拶のところで、日本語がとても上手ですねというコメントをいただいてます。Now, one person says your Japanese is very nice. ありがとうございます。毎日、日本語が勉強しています。すごい。今でも勉強してますか？すごい。はい。はい。あとはどうだろう。質問特になければ私の方でも少し聞きたいなと思っていたんですけれども、いいかな。So, for waiting questions by the people, I would like to ask you about the reason why the video world is growing up so quickly in the world. なんでビニューベルデは世界中でこれだけ売れているんでしょうか、これだけ伸びているんでしょうかということをちょっと今聞いてみました。I think that the main reason is exactly that we are unique, like we are different. People started looking for other things than Sauvignons and Chardonnays, I guess, and also because we have such a variety of wines and they match really well with every style of food. People can easily find a vinho verde and include it in their day-to-day life. 多分それはやはりビニューベルデの、産地というのがワインのスタイルというのが、とてもユニークで、他にない特徴があるからなんじゃないかというふうに思います。今世界中でもちろんソービニオンブランとかシャルドネとかたくさんありますけれども、ポルトガルビニューベルデというのは土作品種から作られているものですし、また今日も見ていただいたように非常に多様なスタイルというのがあるですね。なので、それぞれの国で、それぞれの国のそれぞれの料理に合致するようなスタイルのワインが見つけられるので、世界中でとても人気が今あるんじゃないでしょうかというふうな回答でした。はい。ありがとうございます。How is 今ちょっとじゃあ日本のマーケットがどうなのかっていう話もちょっと聞いてみたいと思うんですけども、So how is the growing up of the vinho verde in Japanese market? Oh, it's we have been working in the Japanese market since 2015. That's when the Vinho Verde Commission started doing the promotion in Japan, and it has been growing and growing and growing. I think we are now on the 12th place, I think. But what's more important for us is it's growing more in value than in volume, because we know that the Japanese consumer is very into quality. So that's also a very good thing. So you mean for you, Japanese market is more value market than other countries? Yes. I see. Yes. It's very good. Yes. You study a lot, so Japanese always want a lot of information. So they are very informed when they buy something, and that for us is very good. That's exactly what we want. So, I see, but thank you. Yeah, no. You're welcome. But it's not enough, right? It's not enough.
I Oh, would we like want more, to of course. show more. 今の質問なんですけど、回答はですね、2015年から実はこのビニューベルでワイン委員会ですか、協会ですか、は、日本でのプロモーションを始めてるんですね。なので、もう6年目になるんですけれども、ずっと日本というのは安定して、伸びているマーケットになります。世界でいうと、大体12番目ぐらいなので、なんですけども、日本が大事なのはですね、量よりも金額がとても伸びているマーケットだということなんですね。つまり、先ほども見ていただいたような、もう本当カジュアルで、多分皆さんもスーパーマーケットとかで、シュワシュワしたアルコール度数の低いビニューベルデって今結構いろんなスーパーマーケットとか、ないしはインターネットなんかでもご購入いただけるんじゃないかと思うんですけれども、そういうふうなものだけではなくてですね、アルバリーニョだったりとか、アベッソみたいな、ちょっとそのハイエンドな、何しろ樽使っているものとかね、ちょっとハイエンドなものというのが日本では非常に伸びていて、その意味で、日本というのはとてもその量よりは質を求められている、とても大事なマーケットだというふうに思っていますということでした。はい。ありがとうございます。It's very good news for me. はい。I agree. はい。あとなんか質問はないかな？もう一歩ぐらい僕、なんか聞きたいと思ってたことがあったかなと思っていたんですけれども、あとはですね、あとは特になんか皆さんご質問ないでしょうか。時間的にはでもちょうどいいぐらいなので、この辺で、クロージングにしましょうかという感じでございます。はい。大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあ、if we have any questions later, I will let you know by mail. Thank you very Okay. much. Thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。はい、バルバラさん、Thank you very much. So I'm waiting for you to coming back to Japan next year. I really, really want to. はい、ではですね、最後に、これですね、この、今回6回目ですけれども、こういったウェビナーをずっと続けさせていただいております。で、行ったウェビナーに関しては、すべて YouTube の方に、オンデマンドで見ていただけるような形でアップロードをしておりまして、この上の ICEP ワインプロモーションという名前で、検索していただくと、この名前で、出してますので、ぜひ、ご覧、こちらもいただければ、見逃したものがあればご覧いただければというふうに思っております。で、次回以降、ちょっと次回のスケジュールまだ決まってないんですけれども、また、Facebook ページですね、ポルトガルワイン試飲会のページで告知をさせていただきたいと思いますので、こちらもよろしければぜひフォローをしていただければというふうに思っております。はい、非常に何でしょう、めちゃくちゃ暑くてムシムシした感じの、はい、時期になってきましたので、今がやっぱりなんだかんだね、一番ビニューベルデが飲みたい、はい、売れる時期だと思いますので、ぜひビニューベルデ飲みながらですね、オリンピックも楽しんでいただければなというふうに思います。はい、じゃあ今日は皆さんご視聴いただきまして大変ありがとうございました。バルバラさん、ミゲルさん、Thank you very much for joining tonight. Thank you. Thank you. はい、じゃあ皆さんご参加いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。こちらで失礼いたします。